さあさあ、今日も長野県です。さあ今日はね、ちょっと温泉を紹介したいなと思って、ちょっとこれから温泉に行こうと思うんだけど、で今までうちのチャンネルでしょっちゅうご紹介はしてる物見湯さん手形にちょっとフォーカスして温泉をご紹介したいと思うんだけど、物見湯さんっていうのが1冊1980円で手形を買います。でその手形を1冊買うと最大43箇所の提携している温泉のうち12箇所の温泉に入ることができます。なんで1回あたり165円になる計算。でその手形さえ買えば追加の費用は基本かからなくて、で場所によって入湯税が別途かかるところがあるんだけど、それはね今まで1回しかなかったと思う。入湯税が別でかかったのはこの今加盟している43の温泉施設のうち高い順に12箇所入ったとするでしょ、そうしたら最大7920円お得になるらしいのすごいでしょ。そういう夢のような温泉手形になるんだけど、でうちも年に2冊か3冊買ってるよね。でもうこれで入りまくってるんだけど、でただ注意が必要なのは1つの手形で1人しか使いません。これを何人かで使いますっていうことはできないのと、それから1つの施設につき1回までしか入れません。なんでこの温泉すごい良かったから手形あと10回残ってるからあと10回ここの温泉で使いたいわっていうことはできなくて、別々の温泉施設で使わないとダメです。どうしても同じ温泉で入りたかったら手形をもう一つ追加で購入したらもちろん入ることはできるんだけど、でさらにこれ俺ら温泉ばっかり入ってるんだけど、それ以外にクーポンがあって100箇所ぐらいのいろんなクーポンが使えるのね。例えばソフトクリームが100円引きですよとか、お食事の合計の金額から 5% 割引ですよとか、そういうのがあったり、あとは手形で入れない温泉だけど温泉の割引が200円ありますよとか、300円割引ですよとか、これは全部使ったことないからちょっとここがいいですっていうのはまだ言えないんだけど、そういう手形になってます。で有効期限が購入日から1年間、だから1年間で12箇所入れば無駄が出ないと。なんで1ヶ月に1回以上長野県で温泉入るならもう買っといて損は絶対ない手形になります。でこれの買い方なんだけど、昔は冊子があったんだけど今はもう全部デジタルに移行してるのかな。携帯で買ってスマホにその手形を入れて、あとは温泉に行ったらこうカメラを起動させて、その QR を読んでで1個ずつ減っていくような感じなので、最初ねちょっと使うの難しかったら温泉の人に聞いたら丁寧に教えてくれるんで問題ないかなと思います。で、今紹介したのがスタンダードプランっていうので、それ以外にもそんな年間12回も行かないとかそういう方にはライトプランっていうのもあって、ライトプランだと1ヶ月の有効期間で販売価格が1100円で最大3カ所の施設で入れます。そういうチケットもあったり、あとはエリアプランっていうのもあるね。南進とかなんで自分のどういう使い方するかっていうのに合わせて買うことが可能です。現時点では43カ所かな、加盟してるのが温泉施設が43カ所なんだけど、年に4回ほどねなんか更新があって、増えたり減ったりはするから、都度確認はした方がよくて、ここ入ったとか、あれここがなくなっちゃったとか、ちょこちょこあるからね、それは気をつけないとダメかなと思います。で今回の動画で何をするかっていうと、僕たちがこの温泉施設を巡った中で特に好きな5カ所をご紹介しようかなと思います。実際に行ってみてね。で1日じゃ無理なんで何日かに分けて撮影しようと思うんだけど、5カ所紹介したいなと思います。
で43箇所ね俺見てみたんだけど、37箇所38箇所ぐらいかな、行ってるのは。だから全部の温泉を行ったわけではないから、まだ行けてないところでここも良かったっていうところがもしかしたらあるかもしれないんだけど、今現時点ほぼほぼ行った中でおすすめの5箇所だね。それをちょっと紹介させていただきます。いろんなタイプがあるんだけど、ご紹介したいのはまず私たちが泉質がいいなと感じた温泉と、あとは施設が充実してるなっていうのを分けて、その2つだね、温泉のところがいいかなと思ってて、泉質もねいろんな泉質のところがあって、その中でも自分たちも好みになると思うんだけど、ここはなんかすごい泉質良かったなって感じたところを何箇所かと、あと設備ね、設備って言っても、なんかスーパー銭湯のもっとすごいところみたいなところがあったり、温泉がすっごい広かったりね、そういうところもあるので、そういうのを全部ひっくるめて、とにかく僕らが好きな5箇所勝手に選んでみたっていうことで、こっちの方がいいわっていうのはもちろんあると思うし、好みで私この匂い嫌いとかさ、この泉質あんま好きじゃないとか、あとは施設の設備よりも一番眺めが大事だとかさ、いろんな意見があると思うんだけど、で今回選んだ中では眺望っていうのは入れなかったね。それ入れてるとちょっと5つに絞れなかったから、今回は施設で好きなところと泉質で絞ってみました。これベスト5じゃなくて好きなところ5つなんで、ここが一番とかではないです。まずね今日ご紹介したいのが黄金の湯松代荘になります。でこれはね松代荘っていう宿があって、そこに併設された日帰り温泉もあります。で泊まってる人しか入れない露天風呂とか宇宙もあるみたいなんだけど、日帰りで入れるところもあるので、でそちらだね。でもしかしたら泊まったらもっと違う泉質というかもっといいのかもしれないんだけど、そこは泊まったことないからちょっとわからないんだけど、この日帰りのところもすごいいいのでご紹介させていただきます。で場所がね長野市の松代だね。ルキュール長野紹介したでしょ。そこからももうすぐのところ、長野インターからも近いところです。でねここの温泉の何がすごいかっていうのはもうダントツで泉質だよね。ちょっとびっくりするよね。抹茶っちゃなの。もう下が見えない。鉄分系で抹茶っちゃで、指をね3本立てたらもう見えない。わかる？だから5センチ下が見えないぐらいの濃さだね。ただこれすごいのが蛇口から出てくるのは透明なの。無色透明なんだって。で鉄分が多いからそこで出てすぐ酸化してこうやって濁るみたいなんだけど、ここの泉質はね、でここからねホームページとかインターネットでいろいろ調べてみた情報なんだけど、全国有数の成分含有量でカルシウム鉄分と塩分が多くてとても温まる温泉だと。で毎分700リッター以上湧いてるんだって。1日なんと1060トン自噴してますと。で確かにさ駐車場になんかタワーみたいなのがあってボコ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 ずっと出てるでしょ。っていうすごい湧出量で、加熱なし加水なし循環ろ過なし、湧きたて生まれたての源泉を 100% かけ流しと。で温泉分析書っていうのを見てみると、お湯の温度が 43.8 度。これもすごいよね。もうまさにすぐ入れる温度で湧いてるんだけど、で pH が 6.7、 ほぼほぼ中性だね。で泉質がナトリウムカルシウム塩化物温泉と、高調性中性高温泉という泉質らしいです。ここら辺はちょっとね詳しくないからよくわからないんだけど、で特にすごいと言われてるのが蒸発残留物っていうのが16,000mg パーキログラム、要は1キロあたり 15g 含まれてると。すごいでしょ。だからどんな感覚で言うと1リッターの水に対して大さじ1杯の何か
成分が含まれてるっていうこと。相当濃いでしょ。例えば1リッターの水にさ、大さじ1杯の塩入れて溶かしたら多分相当しょっぱいと思うの。でこの蒸発残留物っていうのが何なのかなと思っていろいろちょっと調べてみたんだけど、1キロあたり 1000mg 以下だと単純温泉と言われてる温泉なんだって。まあ多いよね、単純泉っていうの。でこれが1キロあたり 1000ml 超えると塩類泉ってなって、このラインを超えると成分がしっかり入っているとみなされるらしいの。でこれが1万 mg 以上になってくると好調性っていうのになって、なんかこの AI に聞くところによるとすごいと言える一つのラインだと。で要は人間の浸透圧よりも成分が濃いから成分が体に浸透しやすくなると。なんで温まりやすいとかそういう効能が出てくる。だから湯あたりもしやすくなってくると思うんだけど、そういう一つのラインなんだって、1万ミリっていうのが。まあだけどここはそれが1万5000ミリだからその 1.5 倍なんだけど、まあとにかく成分濃いですよと。まああんだけ濁ってるからさ、それを数値的にもちゃんと表されますっていう、そういう温泉になるんだって。でまあただね、このね溶存物質の総量が1000ミリに満たなかったとしてもね、それでも特定の希少成分が規定値を超えていればすごい温泉として言われるらしいの。例えば鉄イオンが多いですよとか、硫黄成分が多いですよとか、水素イオンが多いですよとかね、そういうのがある基準を超えていればそれはそれで濃い温泉というふうに言われるみたいなので、まあ一つの基準でしかないとは思うんだけど、まあ、それぐらい濃い温泉ですよっていうこと。ちょっといろいろ調べてみたら面白いね。やっぱ濃いってこういうことなんだとかさ、あとは絶対温泉にはさ温泉成分書ってあるじゃん、表があるじゃん。それ今まで俺pHと何温泉かと源泉の温度ぐらいしか見てなかったんだけど、こうやってそれぞれの物質とかを見るとどういう効能があるのかなとか、そういうのもすごいわかるから、なんかすごい勉強になった。よし、では行ってみますか。もうここからすぐだよね。お、メルキュール出てきた。こんな近いんだね。そう、近いんだよ。あと4分だから。そうでしょ。メルキュールだとさ結構温泉も良かったから、わざわざ入りに行くことはないかもしれないけど、けど泉質も違うし、この温泉の濃さとかで言ったらで165円で入れるっていうことだったらさ、いいよね。チェックアウトしてから行ってもいいし、はい、ここです。こちらホテルも一緒の入り口だからさ、結構この待っとくところとかが広くていいんだよね。こんな感じです。駐車場も広いしね。広いね。でこの右のところが露天風呂で、そこからもボコボコ湧いてるはず。ちょっとあそこ見ていきましょう。こんな感じで温泉ガス抜きタンク。あれ、今日ボコボコ出てない。ほら、これはもともと普通のタンクなんだけど、スケールがこう全体を覆うように付着してだって、普通のタンクなんだってよこれ。もともとはすごいよね。そんなんなっちゃうんだ。だってもうあそこがすごいじゃん、温泉の周りの縁とかさ。お、冷やしてきたよ。お、すごいよね。確かにさ、吹き上がってる水っていうか温泉は透明だね。そうそうそう、出てくるのはね。本当だね。巡るタクシー。へえ、すごい。大人150円だ。どっからだ？メルキュールからも来れるじゃん。へえ。こんな感じでね、QR を読み込むとこんな感じでピッて出てくるんで、これを見せたら入館できます。こんな感じで今日は1回目なんだけど、こんな感じで使ったら使用済みってなって、ここがね、ずっとス
で購入日が出て、こんな感じでね、ねコンプリートってなる。そうでどこの温泉行きましたっていうのがここに出ます。12個。こんな感じ。そうだね。です。すごいね。何もしなければ1年20センチ以上付着しますって。カルシウムか。すごいね。いやー、やっぱ超いい温泉だね。最高だね。最高だったね。結構あれだね、塩分が高い感じ。ね。いやー、温まりました。これが一つ目のおすすめ温泉です。はい。じゃあまた別日ですが、次の温泉行ってみましょう。はい。さあ、今日も物見湯さん手形で入れる好きな温泉ベスト5の一つに行きます。はい。今日は実福の湯に行こうと思ってます。でね、場所が長野県上田市真田だね。真田温泉の実福の湯です。はい。菅平に行く道とさ、もう一本長野に抜けるもうちょっと下を走ってる道があるんだけど、その途中でえらい偏僻なところにあるんだよね、場所としては。そうなの。だけど多分物見湯さん手形が使える温泉の中でダントツで一番人気な温泉だと思います。でこの僕らの中でカテゴリー分けとしては施設がすごい充実してるっていうので好きな温泉だね。で施設は本当にすごくて、もう中にありとあらゆるレストランが入ってたり、あと休憩どころもすごいいいし、で薪ストーブ暖炉っていうのかな、もう暖炉とこう揺れるチェアが置いてあったり、そうだね。もう中でのんびりできて長く滞在できるような作りになってます。その施設以外に温泉もすごくて、露天風呂がすっごい大きいの。超大きいよね。なんか迷っちゃうぐらい大きい。そうで長野県最大級の大きさみたいです。でまずは温泉のところからちょっとご紹介しようか。で泉質がねアルカリ性単純泉、pH9.4、 結構アルカリだね。で源泉温度が 38.1 度で湧出量が毎分355リッター、1日500トン、結構多いんじゃない？そうだよね。で大露天風呂があって内風呂が2種類あります。で内風呂は源泉かけ流しらしい。知らなかった？そうなんだ。俺露天しか入ったことなくてさ、露天超大きいからもう体洗ってすぐ露天に直行してたから、これ知らなかったんだけど、内風呂が源泉かけ流しで大露天風呂が源泉かけ流しと循環の併用らしいです。でね、最近またサウナが増えて、薪ストーブのサウナまであるらしい。すごくない？そういう素晴らしい温泉なんだけど、でね、場所がねすごいんだよね。標高が975メーターで結構標高が高いんだよね。だから夏でも涼しく入れるのかなと思います。館内のご紹介なんだけど、まず実福商店っていろんなお土産とかさ、いろんなものが、リンゴとかも売ってるかな、時期によっては、があって、手もみサロンでしょ。それから温泉サロンっていうのがあって、なんかひげ剃ったりね、ひげ剃り、お顔ひげ剃りエステ、白髪染め、コンビニカットなど、そんなんがあるらしい。俺知らなかった、これ。知らなかった。でカットがね、男性1870円、女性が2420円。で白髪染めもできたり、あとヘアカラーもできるみたい。でこれね、料金は多分変わってるかもしれないから、今ホームページ見てるんだけど、都度ご確認いただきたいなと思います。これ知らなかったね。知らなかった。で次がね、レストランエリア、手打ちそば売ってるでしょ。それからピザ窯があって焼きたてのピザが食べれるでしょ。それからかまど焼きご飯があるでしょ。で森のベーカリーがあるじゃん。ベーカリーも入ってるじゃん。そうでその奥にカフェがあって、森カフェっていうのがあるんだけど、そこでジェラートがあって、美味しいコーヒー飲めるところもある。なんかね、サイフォンコーヒーとかもあったと思うんだけど、オーガニックコーヒーが飲めるカフェというかカフェエリアもあります。であとね、宴会もね
あるみたいで、平日のプランが3500円コースで、平日土曜だと4500円とか、そういうコースもあったり、あと個室もあるみたいだね。まあ、そんなスペシャルな温泉です。まあ施設では俺らもナンバーワンだね。施設の充実度とか。そうだよね。あと温泉の広さでもナンバーワンかな。あとまあ泉質に関しては好みがあってさ、俺ヌルヌルしてるのとかちょっと硫黄の匂いがあるのが好きだから、他に好きなところあるけど、ここから入ってくんだね。ここ真田の町だよね。そうだね。そうそう。この右にも物見で入れる温泉あるけど、このさ道をこんな山の中入っていくじゃん。なのにあんな立派な施設ですごい人気ってなかなかないよね。そうだよね。だって冬の時はみんなこれ登ってる。そう冬も意外と混んでるしね、バリバリだもんね周り。まあでも冬の露天超気持ちいいけどね。駐車場も広いんだよね。そうだね。で中の屋根付きもあるし、まあこれ入れないから入ったことないんだけど、外にもいっぱいある。結構斜めのところにもあって、けどあそこは大変だから下に止めても行けるから、下全部駐車場です。あっち側もあるからね。そうそう、いつもあっちだよね止めるの。ここがこの中駐車場です。こんな感じ。雨の日も濡れない。ただ 2.2 メーターだからまあまあいけるか。そう、お水汲めます。こっちで真田泉の森水。こっちは温泉源泉。あ、でもこれは飲んじゃダメみたい。あ、これ新しいサウナね。草園。山形村のやつなのかな。山形さんの山芋かも。ねえ、いいじゃん。いいよね。700円とか安い。680円だって。7個も入ってるよ。買ってこうか。どう？あ、夏はついてないんだ。これだよ。あれ、焙煎もあるじゃん。してるもん、ほら。すごいね。すげえ。こっちがレストランコーナーだね。ピザ。すげえ。ピザ窯。今月のマルゲリタガンベロッティ。そしてこっちはお蕎麦。お蕎麦はもう終わってるか。メニューがとにかく多いね。多い。迷っちゃうね。迷っちゃう。今中華フェアだって。あ、そうなんだ。これはなくなっちゃった。ターンテーブル中華。1日限定3食。そうそうそう。親子丼の大盛り1200円。こちらがね、蓼しな豚生姜焼き肉そば青山卵のせ。そう青山卵。こっちも生姜焼きが乗ったお蕎麦。本当だ、冷たいんだ。冷たいの。どういうこと？お、上にこれにぶっかけかな。そうだよね。かけちゃおう。初めてだこれはね。いっちゃうよ。うわ、美味しそうだな。生姜焼きにめんつゆちょっといい？いただきます。あ、うまいね。
しかも冷たいんだ、生姜焼きがちゃんと。あ、これいいね。夏良さそうじゃんね。めちゃくちゃ冷えてるし、おそばがすごい美味しい。美味しいわ。そうでしょ、あったもんだって。美味しい。めっちゃ合うよね。ちょっと甘いおそばと。味噌かけちゃう。ベースのそばが超うまい。ね、すごいコシ。こんな風に食べるのが邪道な。もったいない。本当だよね。おそば。うまそう。いただきます。あ、うまい。この半熟具合が抜群。いただきます。これより先にお肉食べた。美味しいね。とブルーベリーのジェラート。ジェラート410円かな。そうだね。でカフェオレが600円。美味しそうじゃない。小布施牛乳の。あ、そうなんだ。いただきます。もうこっちいただきます。うまい。すごい。ブルーベリーめっちゃ入ってる。あ、そう。見て、これ。いいね。こんな。ほら、出てきた。お、本当だ。すごいね。まるで出てくる。結構さ、ブルーベリーそのまま使ってるって感じで。皮とかがいい。果肉が入ってるんだ。すごい。コーヒーも美味しい。めちゃくちゃ美味しいよ、これ。いやー、よかったね。よかったよかった。やっぱりいいね。やっぱこの施設が充実してるっていうのは楽しいよね。なんかスーパー銭湯も人気じゃん。ね。それに近いけど、それよりももうちょっと本格的というかさ、温泉がちゃんとした温泉で、いいよね。露天風呂も広い。そう、超広い。今日なんか寝湯を発見したよ、私。ああ、奥でしょ、奥の奥でしょ。そっちしかないんじゃない？こっちにもあるのかな。俺も前に一回見つけてさ、感動して、それ言ったよね、俺。ね。あ、寝湯があるんだと思って。なんかさ、今日は向かって左が男湯だったじゃん。向かって右の方が俺好きだな。ああ、そうなんだ。今日のそっちの女湯の方が俺好き。いやでもいいね。今日はちゃんと内湯も入ったよ。源泉のかけ流しという。おお、よかったよかった。内湯もまあ広いんだよね。広い。洗い場もいっぱいあるしね。洗い場いっぱいありすぎてさ、一部閉鎖してるもんね。混んでないから。そう。混んだら開くんだろうね。そうでしょ、きっと。いや、ここもおすすめです。この物見湯さんで、ぜひ巡ってみてほしい一つです。さあ、物見湯さんで入れる温泉、好きな温泉ベスト5の一つです。今日は木曽福島の近くの日本木の湯に行きます。でね、これはね、木曽福島の中心部から車で黒川沿いに約10分ぐらい入ったところにあります。で今国道これ19号曲がるんだけど、曲がってね7キロぐらいかな。高山とかの方に向かう道の途中です。でここは物見湯さんの中でも特に泉質がいいなと思って、この好きな5つの1つに入れさせていただきました。で施設としてはすごいこじんまりしてるし、露天風呂もないんだよね。内湯だけ。だけど泉質がすごい良くて、まあよくあるさ、日本で人気な温泉で
泉質がいいって言われるのだと、まあイメージするのは硫黄泉とか食塩泉とかだと思うんだけどね、ここは炭酸泉なの。シュワシュワ体にまとわりつく感じ。そうで、九州のラムネ温泉みたいな感じで、すっごいまとわりついて、でね、ちょっとね鉄系っぽいんだよね、雰囲気。そうだね。で、泉質は二酸化炭素、カルシウム、炭酸水素、塩冷鉱泉。炭酸水素、塩冷鉱泉だから冷たいんだね。冷鉱泉なんだ。で、地下80メーターから湧き出す源泉を42度ぐらいに加温して浴槽に注いでいますと。で、無色透明なんだけど、鉄分を多く含んでるから空気に触れるとちょっと赤茶色になると。確かにちょっとね、なんか鉄分っぽい感じがするんだよね。で、炭酸成分が多く含まれてると、そういう温泉になります。もうほんとシュワ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 しててさ、すごい面白いよね。なんかお肌にね、そう入ってきそうな感じ。どんどんこうまとわりつく感じ。そうシュワシュワが。で、体スッとするとシュワシュワシュワってなるんだよね。で、やっぱりね、効能としては細かい泡が皮膚の表面に付着して、この泡が皮膚から吸収されて血管を拡張させて血流を良くすると。よく温まるんだよね。そうだから毛細血管が刺激されて、皮膚疾患の改善にも役立ったり、やっぱ温まる温泉だっていうことなのでおすすめです。特にね、このスキー行った帰りとか最高だよね。いいよね。この物見湯山の中でも泉質だけで見たらベスト3に入るんじゃないかと思う、な、俺の中では。結構好きだよね。好き。ここ入ってくんだ。出てるね。看板出てるね。日本木の湯天然炭酸泉。そうそれこそさ、ああいうなんていうの、温泉施設あるじゃん、いっぱい、スーパー銭湯とか、そこで炭酸泉って作ってあるもんね。なんかいっぱい泡ブシュブシュ入れて、けど全然やっぱ濃度が違うらしいね、ああいうのとは。なんかホームページ見てたらさ、無料で源泉お持ち帰りいただけますって書いてあるんだけど、何なんだろう。詳しくは受付までお申し出くださいって。どのくらい持って帰れるの？なんかペットボトルとかに入れれるのかな。飲めるっていうことかな。飲めるの？もしかしたらね、ちょっとわかんないけど、そんなこと書いてます。2、3キロ入るのかな、さっきの道から。結構入るね。冬は雪も結構積もると思う。もう今は少ないけど。この木曽の周りは結構さ、物見湯山で入れるところが少ないでしょ。だからそれも貴重なところだよね。そうだね。あっちの稲谷の方だとね結構あるんだけど、木曽の方はちょっと少なくて、あとはまた昼神の方だね。着きました。お、混んでるね。こんなに混んでたら入れないんじゃない？もしかしたらねえ、すごい。知ってみましょう。こんな感じ、ポツンとな感じです。やったー。すんきそばあるじゃん。すんきそばがあるじゃない。あとは？あと何にする？定食ご飯。五平餅そば。あ、俺これにしよう。950円だ。はい。こんな。すんきそば。嬉しいな。ここかな。さあ、お昼ご飯食べれるんで。やったね。いつもさ、夕方とか夜来るから閉まってるんだよね。そう2時半までかな。ちょっと七味をかけて。あ、いい匂いするな、すんきの。すんき単品も売っててさ、400円。そう400円で売ってたね。最高じゃない。うわ、美味しそう。癖になるね。ねいただきます。道の駅ですんき売ってるじゃん。パックのやつ。あれでもね、入れても十分美味しいもんね。あ
あ、美味しい。うまそうだな。ちょっと苦い感じのさ。あ、美味しい。いただきます。すごい香ばしい。焼いてある。すごいね。うまっ。いい匂いするな。ちょっと一口ちょうだい。美味しそう。そちらも。いやー、混んでた。ねえ。びっくりしちゃった。ねえ。今でもここに源泉コックってあったね。あ、そう。源泉のなんかこう入れるやつ。いやー、8人ぐらいいたぞ。びっくりした。混んでるねえ。なんか今見てたらさ、スキー場のリフト券持ってたら割引があるって言って、で確かにこれ今ちょっと入ってきたけどさ、19号から入って奥行ったら木曽福島スキー場とマイヤがあるじゃん。そうそう、それがちょうどその人たちが半日で上がってくる人が結構来るんだね。だから俺らいつもタイミングがよく空いてただけかもしれない。本当だね。多くても3人ぐらいだったからな、俺今までは。変な時間に行ってるからね、結構夜のギリギリの時間とかに。それもあったのかもしれないけど。でも今日初めてさ、ご飯食べれた。そうそう、食べれたしね。焼きそばめちゃくちゃ美味しかった。ねえ。そしてやっぱ泉質はいいね。シュワシュワで。で、出てくるお湯はやっぱりちょっとね、冷たいのも出てきてて、下から熱いのが出てきてて、だから冷泉もそのままちょっと入れてくれてるのか、ちょっとよくわかんないんだけど、いやーでも泉質はやっぱ抜群です。そうだね。ね、九州まで行かなくてもこれが味わえるから。シュワシュワ、ね。そうそうそう。言うことないよね。さあ、今日も物見湯さん手形で行ける温泉の中で好きな温泉の一つ。今日ご紹介するのは小布施温泉あけびの湯です。場所はね、上高井郡小布施町にある温泉なんだけど、ここが小布施にこんないい温泉があるのかっていうぐらいいい温泉です。で、この紹介してる中でもここの温泉は特に泉質がいいで選びました。泉質がいい温泉の中でもここは硫黄だね。すごい硫黄の温泉になります。まあすごい硫黄って言っても乗鞍とか、万座とかとは違って、ああいう感じですごい濁ってる白濁した温泉ではなくて、緑がかった。そうだね。だけど硫黄臭はすごいよね。だからなんか相当濃いんじゃないかっていう感じのする温泉になります。で、お風呂が内湯と露天が一つずつあって、露天は結構濁ってるんだよね。そう、露天も濁ってるね。で、ああいうよく見る白い湯の花みたいなのは浮いてないんだけど、黒いなんかね、湯の花みたいなのが結構ある。で、内湯に関してはほんとバスクリーンみたいな緑色。そう、透明な。そうそう。で、すごいそこも硫黄の匂いがして、まあなんせこんなに泉質いいのっていう、日帰り温泉でこんな町からすぐのところでこんな泉質がいい温泉湧いてるのっていうような施設になります。でね、ここはホテルも併設してて、食堂もついてて、食堂も美味しいので今日ちょっとお昼食べてみようかなと思ってます。インターネットで調べた泉質がね、岩硫黄カルシウムナトリウム塩化物温泉、で低調性アルカリ性高温泉っていう泉質らしいです。pH が 8.2 とか3かな、ちょっとアルカリだね。で効能は硫黄による殺菌作用とか、そういうまあなんかいろいろあります。で湧出量が 93.8 リッター毎分で、加温の有無が源泉温度がちょっと低いから加温はしてると。で循環ろ過装置は内湯が衛生管理と温泉施設の保護のため循環ろ過装置を使用しているらしい。で露天風呂は加温循環のみを行っていると。で両方とも新しい源泉を常に供給してオーバーフロー水は再使用していないと。だから入れ替わりはどんどんしてて、ずっと循環してるわけじゃなくて、入ってきた分それは
古いのはどんどん出ていくと、そういう感じみたいです。でね、やっぱりね、俺も思ってたんだけど、なんか外気温とか湿度とかいろんな気象条件によってお風呂の色が変わるんだって。だから濃い緑の日もあれば無色透明の日もあったり、いろいろね変わるみたいなので、ちょっとそれも面白いよね。結構あるじゃん、温泉で日によって色が変わるって、そういう温泉になってます。もう一個嬉しいのが営業時間が朝6時からやってます。朝風呂ができる。で夜は9時までなんで、他の長野県の大体の温泉と同じぐらいかな、ちょっと早めかな終わるのは、っていう感じです。で今日ちょっとね雨なんだけど、眺めがすごいいいんだ。そうだよね。ちょっと高台でさ、露天風呂からも前がズドンと開けてて、夜だったら長野市ぐらいもこう見渡せるような感じでね、あそこにあるじゃん、桜の横に。そうそう、あそこがもう露天風呂。でズドーンと抜けてて、北進語学がすごい綺麗に見れるっていうので、窓にマップも載っててね、これが何山ですよみたいなのも全部わかるようになってるんだけど、今のところ数回しか見たことないね。お昼間あんま来ないから、基本夜だから。で今日来たけど天気が悪いからさ、でもすごい綺麗。で駐車場も広いし、キャンピングカーも止めれるんで大丈夫です。このエレベーターで上に上がれます。上にも駐車場あるんだけど、宿泊者用かな、ちょっとわかんないんだ。全部書いてますね。こんな感じや料金もこんな感じです。あ、休館日も出てた。休館日はこれだって。すぐそこが露天風呂です。で上の大きな窓が内湯、階段で降りるタイプです。よし行こうか。リンゴ売ってる。産直のちょっとしたのがすごいいいの。シャインマスカットとかすっごいからね、大きくてちょっとだけスペースがあって、左食堂です。見えないか。何にしようかな。うちはさ、ランチ限定のがあるね。あ、そうなんだ。それいいね。ヒレカツ卵とじ定食とか、信州ポークの生姜焼き定食、これそれだな。私ヒレカツ卵とじ定食絶対そうだと思った。いいね。1230円。これもいいな。スーラーも。スーラー、これね、スーラー多分新メニュー。新メニューなんだ。迷うな。美味しそう。来ました。卵とじ。この眺めを見ながら。いいですね。ちょっと残念だ今日は。うまそうだね、そっち。ちょっと残念だけどね、景色がね。どういいでしょう。超美味しそうだね。こちらがね1130円、でそちらが1230円。信州ポーク美味しそう。しかもさ、お味噌汁もさ、なめこ入りでいいでしょ。いいね。いただきます。うわ、美味しそう。うまそうだね。しみしみですね。三つ葉がいいな。三つ葉よりこのしみしみくんがいいね。ちょっと甘めの味付けで、めちゃくちゃご飯が進む感じ。いい温泉だったね。さすがすごいね、ここも美容が濃いよね。濃いね。そしてさ、最初にそんな万座ほど濁ってないとか言ったけど、万座ぐらい濁ってたわ、外。外はね、すごい濁ってて、でああいう白い湯の花じゃなくてやっぱ黒いのがいっぱいいた。いやー、いいですここ。なんかいつも夜入るからさ、白く濁ってんのかなと思ったらさ、黄緑だったね。あ、本当？黄緑の明るい黄緑が濁ってる。ああ、確かに確かに。すごい綺麗な色だ。
いいよね、これが物見で200円以下で入れるっていうのはちょっと奇跡の温泉です、おすすめです。ここも、ね、ここだとさ小布施観光にも行きやすいし、それこそ志賀高原とかそっちの方にも割と行きやすいし、そうだね、北進の拠点になる場所だよね、高速の小布施のスマートインターからも割と近いし、ね。さあ今日はまた温泉に行きます。物見湯山で入れる好きな温泉5選の中の一つです。で今日行くところはね、長野県下伊那郡松川町にある温泉です。で中央道の松川インターからすぐのところで、でどうだろう、1、2年前にリニューアルしたかな。すごい綺麗になって、好きな5つの中で泉質がいい、それから施設がいいとか分けてるでしょ、その中でここは施設がいいに入るかな、だからあそこの実腹の湯みたいな感じかな、分けるとしたら、そうだよね。ですっごい施設が綺麗で、レストランも併設されてて、そこのレストランも地のもの使っててすっごい美味しいんだよね。ここら辺の名物のサーモン食べれたり、それからちっちゃな鮎の唐揚げだったかな、何か小鮎のなんかがついてたり、そういうちょっと地のものも食べれるおしゃれなレストランも併設されてますっていう、そして温泉もね種類が結構多くて9つぐらいあったと思うの、施設がすごいいいっていうので好きな5つに僕らは入れてるんだけど、まあ温泉自体も結構ヌルヌルしていい温泉、泉質もいいんだよね。でちょっと温泉成分からねまた見てみると、湧出量1分間あたり96リッター、約100リッターぐらい1分あたり出てると、で pH が 8.8 なんでアルカリ性だね、で泉質はアルカリ性単純温泉になります。だけどまあアルカリ性だからかな、結構ヌルヌルしたイメージがあって気持ちいいよね。で露天も結構広かったと思う。広いね。で施設名がね松川温泉清流園っていうところになります。でこの清流園なんだけど、さっきも言ったように宿泊施設があって、結構充実してそこも、で今ね俺ら泊まったことないんだけど結構綺麗。お部屋の中綺麗で綺麗だよね、で広いお部屋だと家族で入れる7人ぐらいまで入れるお部屋がある。なるほど、すごいね。ではあと10分ぐらいで着くんで、着いてまず今日どうしようかな、お風呂入ってその後夕飯食べようかな。せっかくだもんね。そうしましょう。休みだってちゃんと見ましょうまあいいか、また来てね、中はご紹介したいと思います。さあ改めてやってきました。別日です今日こそは入れそうです。清流園さん、そしてすごい花桃と桜が満開です。しかもライトアップするじゃんこれ。うわあすごいね。やだね、そうなってすごい綺麗になってます。そしてレストランもそこにある。施設が綺麗だね。すごい綺麗。さあそしてメニューはなんかこんなのがあるよ。麻婆もある。俺麻婆にしようかな。麻婆食べたことない。ここは全部美味しいです。こんな感じ。おすすめはさ、なんか禅だよね。これね、清流御膳いいよねこれ。1個これにしようか。ジンギス定食ってのも本当だね。
ラーメンとか。田舎セットいいね。今日は清流御膳と新メニューの麻婆です。五平餅に、確かここは信州アルプスサーモンだったよね。前より多いな。なんか増えたね。ね、すごいね。そしてとろとろ角煮っぽいのと天ぷら、そしておそば、そしてここにねなんか隠れてるよ。そうそう、桜餅。うまそう。最高です。こちらはね、新メニューの麻婆豆腐。漬物わさび類かに長野県のクッキー栗きんとう。あ、すごいなこれ。どこのなんだろう。松川のジュースだって。最高でしたね。ああ、気持ちよかったね。最高だね。うん。ここはさ、施設もすごい綺麗だしさ、うん、温泉もすごいね。そうだね。ぬるぬる系の、うん、ペーハー 9.0 ってなってたけど、うん、ぬるぬるです。かなりおすすめです。